はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは BPG TP35 Pro ポータブル USB ダックヘッドフォンアンプです。半年ぐらい前に TP35 をレビューしたよね。プロバージョンが出たんだ。そうなの。詳細を見ていくと、今後購入予定の人は TP35 Pro 一択になると思うよ。TP35 の販売ページに TP35 Pro が出ましたって誘導する感じになってたもんね。で、今回はその違いを確認するってことでいいのかな？そうよ。ベースの部分はかなり似たスペックだけどね。まず価格なんだけど、9000円ぐらいで TP35 が出た時と同じぐらい。お値段据え置きでよかったね。それからグラディエントカラーが追加になったんだけど、こういうの目新しくて気に入っちゃった。グラディエントカラーが合わない人には今まで通りブラックとシルバーもあります。ウエストライン曲線と透明ウィンドウデザインが特徴で、セブンシリーズ航空アルミニウム素材を使用し、高精度 CNC 技術で加工され、独自のグラデーションカラー、陽極酸化後処理プロセスを経て、優れた質感を提供します。ってことだ。今回、マイク通話がサポートされたんだね。ジャックさんは普段通話ってほとんどしてないってことだから気にしてなかったかもしれないけど、多くの USB ダックが通話に対応してなかったんだね。まあ、聞くの専門で喋らないから確かに気にしてなかったな。TP35 Pro にマイク付きケーブルは付属してないけど、4極のマイク付きケーブル持っていれば使えるはず。EPG さんから有線モデル G20 も送ってもらいましたよね。そこにマイク付きケーブルが同梱されていましたよ。ああ、そうだった。G20 は別の動画でレビュー予定です。それから EQ 調整ができるようになったよ。現時点では Android のみの対応だけど、ウォークプレイっていうアプリをダウンロードするのが前提。あと PC のオンラインバージョンもある。後で詳しく触れるよ。なんか新しいですね。楽しみ。ダックチップは CS43198。目新しさはないけど、このサイズでも2機搭載。TP35 よりノイズフロア性能が改善されてる。操作ボタンはこの2つのみなので、押し方で色々機能を引き出すことになります。だいたいこんな感じになっていますね。UAC2.0 に対応していないゲーミングデバイスの接続時には UAC1.0 で対応可能です。サンプリングレートによって変化する LED の表示詳細はこれ。マニュアルに同梱されてる表を転記したもの。TP35 と同じかと思ったら少し変更点があったわ。表示が少しざっくりになった気がしますね。わかるところだけピックアップして軽くスペックを比較してみましたけど、出力が少し抑えられているみたいですね。TP35 は片側ずつの表記で、プロは両側の合計表記だから大きく見えるけど、実際にはプロの方が少し控えめになったようだ。まあそんなに大きな差ではないと思うんで気にしてないけど、バランス接続では結構パワーあるなぁと思う。 SNR は良くなってるね。クリアさに磨きがかかったってことだね。それからダックフィルターは TP35 と同じなのかもしれないけど、記述が違ってるんで載せてみた。 TP35 と同じスイッチングでは切り替わらなかったんで、フィルターの切り替えはアプリでやるように変更されたようだ。その他のスペック、操作性は TP35 と大きな違いはないみたいだけど、気になったら TP35 の動画も見てみてね。さて、今回大きく変わったのが、ウォークプレイというアプリで EQ 調整ができるようになったこと、ダックフィルターの切り替えがアプリになったこと。EPG さんが大きな資金を投じて開発したんでしょ？うん、そう聞いてる。まだ開発中の機能もあって、バージョンアップで追加されるそうだ。Google プレイで検索しても出なかったんで、現時点では購入後、EPG さんに連絡してダウンロードリンクを教えてもらう流れのようだ。ここでは詳細な操作説明は省いて、主な機能と画面を見ていくよ。まず、ウォークプレイをダウンロードしてアカウントを作るのが必須。EQ はプリセットがいくつか用意されていて、ピュアっていうのがデフォルト。詳細画面で振り検し、Q、ゲインの設定をする。ゲインはバーでざっくりでもいいし、数値で入力も OK。これが振り検しと Q にも対応してるんで、結構自在に作り込める。画面下にカーブのイメージも出るし、プレイバックボリュームも設定できる。で、これをセーブしてカスタム EQ として足していける。オンラインのタブでは誰かが作った EQ 設定がアップされていて、これを元に手を加えてからセーブも可能だし、自分で作った EQ 設定をシェアすることも可能。マイクのゲイン設定はこれだね。これもセーブできるよ。モアのメニューでは5種類のダックフィルターを切り替えられる。それから消費電力を少し抑えられるクラス H の切り替え。デフォルトではクラス AB になってる。あとアウトプットゲインの切り替えだね。それぞれアプリ内でガイドが見られるから、細かい部分はガイドを参考にね。次はオンライン PC バージョンで、こちらもログインが必要です。アカウントはアプリでもオンライン PC バージョンでも共通です。機能面では基本アプリと同じと言っていいでしょう。EQ の設定画面が大きいので見やすいです。次の画面はマイクのゲイン調整と ENC ノイズリダクションの設定ですが、 ENC はオンオフが選択できなかったのでまだ実装されていないのかな。それからダックフィルターの選択、ダックワーキングモード、アウトプットゲインの調整画面です。 TP35 Pro を通すとかなり音を作り込めるのがいいよな。ウォークプレイは USB 接続すると今度レビューする G20 でも使えるんだよね。そうなんだよ。
今後対応モデルが増えていくんだろうね。微調整から大胆な音作りまで TP35 Pro でできますから、ジャックさん常用したくなったんじゃないですか？そうだね。ゲームでも映画でも EQ 調整できるからメインマシンに挿しておこうかなって思ってる。振り剣シート Q を設定できるのが何よりとてもいい。 EQ のパラメータを変更した時の反応もいいのでストレスもない。用途に合わせていくつか好みの設定を作っておこうと思う。はい、ということでポータブル USB DAC ヘッドフォンアンプ EPG TP35 Pro のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。